一回起きて上向いたらなんかその同じの女の子が私のところに下に向いてて、年がいく。あ、自分たちも一緒にやりますよ。大丈夫ですか？今日はジェシーさんから連絡もらってコラボ撮影、呪物部屋を撮影してもらったんで、今撮影がジェシーさん側の撮影が終わって、でせっかくなんで僕の個人チャンネルの方も撮らせていただこうということで、ジェシーさんから僕連絡もらって、全く分かってないんですよ。ああ、そうなんですね。でも YouTube、TikTok、インスタの登録者はすごいっすよ。あれ何万？いろいろ、合計で180ぐらい、180万人ぐらい。180はいます。はい。これはどういう番組なんですか？そうなんです。日本のことを海外の人に発信しているみたいな感じで、個性のある人であったり、少し変わっている観光地とかであったりなど言って、その海外の人にもっと日本の面白さであったりを発信してるみたいな感じの媒体ですね。3人とも日本の方ですか？自分が日本とナイジェリアのハーフで。あ、そうなんや。はい。生まれ育ちが日本なんですけど、学校とかはアメリカの方を行っていて、英語と日本語も一応どちらとも喋ることができますという感じですね。お名前聞いていっていいですか？JC さんでしょ？マックスです。マックスさん。マックスです。キーガンです。キーガンさん。僕はもうジェシーとキーガンの友達で、今日の撮影でちょっと協力しようかなと思って入ったなんですが、で自分がアメリカと日本のハーフ。私もアメリカと日本のハーフなんですけど、日本生まれなんですけど、1歳になったらアメリカに戻っちゃって、だから育ちはアメリカなんですけど、大学から卒業したら日本に戻った感じなんですね。どういう知り合い？自分がクリエイターなんですけど、彼もYouTube とかを発信しているマックスさん、少しやってますね。キーガンは自分のその裏でいろいろ動いてもらってるみたいな感じで。昔から知り合いなんですか？去年知り合いました。去年です。そうなんや。全員なんか多分インスタとかでですね。出会ったりとか、そう。やっぱ SNS 結構。そうだね。3人ともが手伝おうかみたいなんで。ですね。今日は撮影を。感じで、はい。ナイジェリアっすか？ナイジェリアっすね。行ったことありますか？いや、アフリカですよね。はい。ないんですよ。いいんですか？でも僕アフリカには憧れあって、呪物が非常に多いのと、ブーズー教があるじゃないですか。はい。でもそれはアフリカの民間信仰から南米に渡って、そういう独自の宗教ができていくんですが、だから今年、僕、ブードゥー教には入ろうと思ってて。入ろうと思ってるんですか？そうなんですよ。あ、そうなんですね。儀式を受けて、入って、それ後々はアフリカには行きたいなと思ってるんですよ。アフリカのどこ行きたいんですか？アフリカのね、コンゴ。そこはナイジェリアじゃないんですね。いや、ナイジェリアも行きたいですけど、コンゴは、呪物があるって聞いたんで、ナイジェリアにも多分あると思うんですけど、コンゴなんですね。コンゴには行きたいですよ。ちなみになんですけど、自分アフリカ行ったこと一回もないです。そうなんです。はい。うちお父さんがナイジェリアなんですけど、ずっと育ちも日本とアメリカ行ったり来たりで、ナイジェリアの方行ったことがないんですよね。JC さんはアメリカには行ってるんですか？行ってます。この3人ともみんな住んでたよね。普通に勉強しに。どこに？アメリカの点々といろんな州行ったんですけど、ニューヨークとテネシーとインディアナ州というところ行ってて、知ってますか？僕ね、ニューヨークは行ったことあるんですよ。でも他は分かんない。ニューヨークは行ったことありますね。アメリカって結構呪物とかってあったりするんですか？アメリカはもちろんあって、でも日本とはちょっと違うけど、キリスト教のものが多いんで、呪物っていうより聖遺物とか、あとは悪魔的な、もっとスピリチュアルな、悪魔が取り付いたもの、あとは今交渉してるのがカナダ人の人で、チャールズ・マンソンっているじゃないですか。殺人鬼の、チャールズ・マンソンのマンソンファミリーが悪魔教に入ってたことがあって、それの呪った呪物っていうのがあるんですよ。
マンソンファミリーの中のその子孫に受け継がれてるやつがあって、それはアメリカ国内では売れへんって言って、さすがに。そうですよね。それ逆に買いたいっていう人なんているんですか？だから僕いました。だから日本人やったら渡せるって言って、アメリカ国内ではちょっと無理だと。全然ありますよ、アメリカで。そうなんですよね。それってちなみになんですけど、どれくらいしますか？そのブーツの値段ってなかなか難しくて、ピンキリですけど、そのチャールズ・マンソンのやつは、それでも多分3万ぐらいやったんちゃうかな。でも思ってたよりなんかちょっと安いです。そうでしょ。もう、なんかもうちょっと骨董的価値がつけば高くはなるんですけどね。そうなんですね。自分はなんかこういうなんか呪物とかそういう関わりが全然ないんで、その歌詞とかもわからないですし、今日初めて撮影して、いろいろちょっと学んだんで。3人でスピリチュアルな体験ってしたことないですか？不思議な。なんか私育てた場所はバージニア州なんですけど、1840年時代、戦争があって、結構バージニア州で戦ってて、あそこの辺がお化けが見るのが多くて、私も一回見たことがあります。それはちょっと似てるじゃないですか。どういう？なんか私の家の中だったんですけど、その家に引っ越したばっかり、バージニア州の女の人がいて、髪の毛はこのぐらいで、パジャマではないけど、なんか昔のパジャマみたいな、ナイトガウンってネグリジェみたいな、薄いなんかドレスみたいけど、ネルトそうですね。その小さい頃起きて廊下にその人が歩いていて、私のお母さんがそういう洋服が着てたんだけど、お母さんだって思ったんだけど、次の日お母さんもう一回見て、あれやっぱりそのパターンが全然違うって思って、そして髪の毛の、私のお母さんの髪の毛も長いし、ここまで切ってたらお母さんじゃないって思って、その代わりにもう一回、なんか2年ぐらい経って、一回起きて、もうまだ上向いたら、なんかその同じの女の子が私のところに下に向いて、怖がって、丸まって、もう一回怖くて寝ちゃったんだけど、次の日起きたら、あれなんかもう一回見たって思ったんだけど、私のお兄さんも一回見たことがあるって言ってたんですけど、10歳ぐらい通ったらもう全然誰も見てないんですけど、すげえ。それはちょっと子供だったから夢だったかなって思うけど、やっぱりその辺が戦争が多くて、時々その戦争でやってた場所、戦ってた場所に行くと、時々遠く見るとちょっと光が見えるの、なんか鉄砲が撃ってるみたいに、そういうビデオがネットに流れてるんですよ。流れてますね。だからなんかバージニア州は結構ああいう経験が多いんですね。なんかアメリカの始まった場所は大体バージニア州だから、結構歴史があるし。全然見てるじゃん。いましたね。でもなんかそれは6歳ぐらいだったから、夢だったかなって思っちゃうかもしれないし。兄ちゃんも見てるわけでしょ？そうですね。でもそれは一回話した後見えたから、思い込み。そう、どうかな。でも昔だったからそれもよく覚えてないけど、その後は全然経験してないんですけど。行くとしたバージニア。アメリカの中で戦争が一番戦争が多い場所がバージニア州です。貴重な話。しっかりした階段でしたね。しっかりした階段。多分その家にゴーストがいるみたいな。いる感じですよね。なんか悪い感じじゃなさそうですね。そうですね。なんかよくその経験いろんな人に話したら、子供の時しか見えてないから、亡くなった人が私たちのところに見てる、遊びにじゃなくて、それ結構年取ったから、やっぱりその人が子供があって、私たちが大丈夫なように寝てる時見守ってるというか。そうですね。なんか日本やとお化けが出る家とかって事故物件で、結構嫌われるんですよ。でもなんか話によるとイギリスとかって
結構幽霊が出ると価値が上がる、歴史が古いとか言われてて、アメリカとかってそのいわゆる事故物件的なものってあるんですか？お化けが実際ある？引っ越したりとか、そのお化けが出る家って価値が上がるのか下がるのか。きっとお化けが信じてない人が多いから変わらないと思う。なんか本当に辛い事件だったらきっと下がると思うけど、お化けが出るっていう時点ではないです。別にあんまり気にしない。アメリカの場合クリスチャンも多いから、そういう霊的なことを信じなくてっていう人の方が多いのかなっていう。まあ悪魔的な、そうデーモンとかはやっぱり信じてる人がそうですね。デーモンですよね。でもなんかお化けのように出てくるんじゃなくて、なんか例えば悪い人が私にやったら、それはなんかデーモン、その人がデーモンな取りつかれて、そういう感じですね。なんか化け物になように出てくるんじゃなくて、そういう風に信じてる人がいるんですけど、ちょっと一つ聞いていいですか？はい。なんか呪霊の話に戻るんですけど、呪霊っていうかお化けとか。お化けですね。日本はお化けが多い気がするんだけど、アメリカはデーモンとか、ゴーストはやっぱあるんだけど、日本はもっと怨念っぽいんですよね。こうジメジメしてるというか。そうですね。で聞きたかったんですが、外国人が日本にいて呪われることはあるんですか？なんかたまに思うんですけど、日本の呪霊とかお化けは日本で生まれた人が死んで、もしかしてこう、カルチャーの違いそうでそれでなんか英語話せないからなんか外国人を邪魔しないとかそういう例が英語喋れないからなんか呪えないとかありえるんですか？自分の放送だけですか？確かに宗教と文化のだからカルチャーの違いって国々であるんで、すれ違う部分はあるんですけど、僕が知ってる話で、それは日本人じゃなくてアメリカ人やったかなの人がずっと日本に住んで、日本のおじいちゃんの霊が毎晩出るっていうのは体験してたり、オーストラリアの方で日本に旅行してオーストラリアに帰ったら、日本で座敷わらしっていう妖怪がいるんですよ、子供の妖怪。それを連れて帰った例とかあるんで、全然あり得ると思うんですよ。例が旅してる旅行海外旅行ですね。だから文化の違いはあるけど、やっぱりそういう感度が強い人はカルチャーとか宗教は超えていくことはあるんですよ。なんだっけ、国際交流ですね。国際交流今みたいに。でも確かに細かく怖さってちょっと変わってくると思うんですよね。日本とアメリカとかやったら、なんかアメリカって結構そのジェイソンとか、あっちの怖さが結構強いかな。ホラーですよ。なんか僕が思うに、日本はやっぱなんか怪談っていうじわじわ不幸が続くとか、そういうのが多いんで、その違いはあると。いろいろちょっと文化の違いね。ちょっと文化の違い今日学べました。ありがとうございますけど。はい。皆さん、年がゆくチャンネル登録お願いします。お願いします。